最強の空力を目指して開発している全力ミニレイク。前回は、車高を上げてダウンフォースと推進力のバランスを改善しようとしたのですが、タイヤを台形化した弊害でコースと接触、タイムロス、マシンの幅を狭くする必要に迫られました。ということでボディをチャリッと再設計。印刷して組み立て。壊れました。ちょっと落としただけなのに、さすが貧弱。再印刷すれば何度でも蘇るさ。と思ったのですが、3D プリンターも壊れました。ということで、新しい 3D プリンターを導入。エニーキュービックのフォトン P1。ざっくりと、スペックはこんな感じ。縦横で 223×126mm まで印刷できるので、かなり大きなものも印刷できそうです。で、使ってみてよかったところは、まずはヒンジ付きのカバー。こんな感じで上に持ち上がるので、カバーを置くスペースを確保する必要がないです。ビルドプレートはクイックリリースで取り外しが簡単。ビルドプレートを立てかけてレジンを落とせるので、レジンも節約できます。レジンバットはヒーター付きで、レジンを適温まで温めることが可能。レジンバットもクイックリリースで取り外しが簡単です。ビルドプレートはオートレベリングなので、印刷準備の手間がありません。フォトンワークショップを PC にインストールすれば、印刷状況を遠隔で監視することができます。で、印刷物がこちら。14K の高解像度なので、薄物や細部の造形も綺麗に印刷できました。特に不満はないのですが、強いて悪いところを挙げるとすれば、ビルドプレートが重たい。腱鞘炎がリウマチにレベルアップした Y の手首に優しくないです。ということで部品が揃いました。ボディに使ったレジンはこれまでと同じ、シレイアテックのブリュー、ラーバブラックです。せっかくなのでサイドスカートも再印刷。今回は新しいフィラメント、GD アルトラ PA-CF25 を使ってみました。これまで使っていたパッチ -CF25 より強い素材。ということなので、シャルピー衝撃試験もどきを実施。結果としてはどっちも折れました。簡易的なテストなので差を見るのは難しい。ということで組み立て。生まれました。念のため風洞でダウンフォースを計測。流速2メートルパーセックでフロント、リアともに、9g ぐらいのダウンフォースを発生しています。プロペラを回すと 30g を超えるダウンフォースが発生。空気の流れはこんな感じ。翼の下が不圧になっているので、空気がよく下に吸い込まれています。前から見るとこんな感じ。水力も上がっているので、両面テープで維持するのが難しくなってきました。ということで実装、引っかかりがなくなったので速くなっているはず。あまり速くなってな。むしろ遅くなっとる。どういうことや？惰性でもウェーブセクションを通過しているから、引っかかりが原因ではなさそうだけど。すまんかった。というわけにもいかないので、とりあえず、モーターをバッ直にしてみました。GP ユニットが電圧をナーフしていた可能性。今こそ真の力を見せるとき。プロペラの音はさっきより何が起こっている？多分あれだけど、プロペラが高速回転して流速が速くなって、ダウンフォースが爆増、転がり抵抗が増えて遅くなった？つまりまだダウンフォースと水力のバランスが、悪いのかもしんないです。というか、これの良いバランスって取れるのか？ダウンフォースを小さくしていけば、速度は速くなるだろうけど、ぶっ飛ぶぞ。ローラーにスラストをつければワンチャンだけど、それだと、空力だけで LC を攻略のコンセプトが。ということなので、妙案あったらコメントへ。ではでは。